こんにちは、ステラ洋裁店です。いつもご覧くださってありがとうございます。今回はちょうど腕が隠れるくらいの袖丈になるフレンチスリーブのブラウスを作ります。デザインのポイントは袖口の切り替えと後ろ身ごろの縫い目を利用した持ち出し付きの空きの作り方です。シンプルなデザインなのでアクセントに小さなポケットと2センチの大きな貝ボタンをつけています。裁断するものは前身ごろが輪で1枚、後ろ身ごろが2枚、袖が4枚、見返しは前が1枚と後ろが2枚、あとポケット布が1枚になります。縫い代については後ろ身ごろの空きの縫い代が2センチ必要です。その他は裾が2センチ、後の部分はすべて1センチです。接着芯を貼る位置は前後の見返しとポケット口の見返しの位置になります。まずポケットから作っていきます。厚紙で実物大の型紙を作っておいてください。ポケットの周りにロックミシンをかけたら、見返しを中表に折って両端を出来上がりの幅に縫います。カーブの位置に粗ミシンをかけたら、型紙に合わせて糸を引っ張ってからアイロンで折り目をつけてください。見返しを表にひっくり返して目打ちで角を整えてからアイロンをかけます。見返しのロックミシンの縫い目に沿ってステッチを入れてください。前身ごろの左側にポケットを縫い付けます。後ろ中心を縫い合わせる前にそれぞれにロックミシンをかけておきます。カーブの位置のロックミシンは外れがちですが、少しずつ回しながらかけるとうまくいきます。空き止まりから裾までミシンをかけて後ろ中心を縫い合わせます。右側は上になる方で中心線に合わせて三つ折りにします。左側は今度下になる方ですが、
1センチの2つ折りにすることで1センチ分の持ち出しが作れます。ここはまだ縫わずにアイロンで折り目だけをつけておきます。次に襟ぐりを縫います。先に見返しの肩を縫い合わせておきます。縫い合わせたら縫い代を5ミリにカットして縫い代はアイロンで割っておきます。見返しの端は全体を5ミリ折り上げてアイロンで押さえておきます。次に肩を縫い合わせますが、それぞれにロックミシンをかけて前後の肩を縫い合わせた後に縫い代はアイロンで割っておきます。肩を縫い合わせたら襟ぐりに見返しをつけていきます。まず前中心と肩の位置で固定して間も固定していきます。後ろ身ごろの左側は2つ折りにしている空きの縫い代を中表になるように折り返して見返しをかぶせます。
右側は三つ折りにしている空きの縫い代を中心線で折り返して見返しをかぶせていきます。縫い代1センチでミシンをかけたら、縫い代を7ミリにカットしてカーブに切り込みを入れてください。縫い代を見返し側に倒してアイロンをかけたら、見返し側の襟ぐりにコバステッチをかけます。襟ぐりの出来上がりに折って空きの見返しを表に返して角を目打ちで整えます。こういった時の目打ちの使い方としては、表側からかき出さずに中に入れて押す方がいいようです。見返しを作った時に折っておいた端をもう一度アイロンで整えて身ごろに固定します。全体を固定したら図のように空きの縫い代は避けて見返しの端にミシンをかけます。
左右の空きの見返しに図の位置までステッチをかけます。空きの仕上げとして表から図の青い線の位置にステッチを入れます。後ろ中心線の位置は缶止めになるように1の針目にして数回行ったり来たりしておくのがいいでしょう。袖を中表に合わせて袖口になる側を縫い合わせます。この時、右左同じ側を2枚作らないように気をつけてください。縫い代を5ミリにカットしてミシン目が見えるように折ってアイロンをかけます。このようにミシン目が見えるように折ることでキセがかかります。表からアイロンで整えたら5ミリから7ミリ幅ぐらいでステッチをかけておきます。キセをかけたことで2ミリ程度ズレができているのでカットして大きさを整えておきます。次に身ごろと袖を縫い合わせて縫い代にロックミシンをかけます。縫い代を袖側に倒してアイロンをかけたら2ミリ幅でステッチを入れます。次に袖下から脇を続けて縫っていきます。袖と身ごろの縫い合わせの位置とそれから袖口をしっかりと合わせて固定して脇線を続けて縫い合わせロックミシンをかけます。
袖口側のロックミシンの糸は糸の端を隠すために縫い目に通してからカットします。脇の縫い代は後ろ身ごろ側に倒しますが、袖口の縫い代にはステッチをかけて固定しておきます。裾は今回は1センチ幅で三つ折りにしますので、まずアイロンで2センチ分を折り上げて折り目をつけます。1センチ分を折り込みますが、ここではアイロンはかけないで指で押さえる程度にしておきます。特に脇のカーブの位置はそっと伸ばさないように気をつけてください。端にステッチをかけます。直線のところは問題ありませんが、脇のカーブの位置は上の縫い代が押されてよれてきますので、指で押さえながら縫っていきます。縫い終わったらアイロンで整えてください。後ろの空きにボタンホールを作ってボタンをつけます。今回はアクセントになるように大きなボタンをつけました。ボタンをつける持ち出し部分が薄いので、裏に力ボタンもつけています。はい、これで完成です。今回は袖口を切り替えたデザインにしましたが、切り替えなしで作ってもいいし、違う色で切り替えても良さそうですね。襟ぐりをロールカラーにアレンジしたり、起毛の生地で作ってベスト風に着たりもできます。シンプルなデザインなので、いろいろなアレンジが楽しめます。最後までご視聴ありがとうございました。